はい、今回は P ラインに対応するために必要なのかわからないトップガイド交換です。これから交換するのに言うのもなんですが、使用環境によってはアルコナイトリングでも P ラインは使えると思います。その実験結果がこちらで、アルコナイトリングのガイドに P ラインを素早く往復させていますが、全然傷が入る気がしません。結構強い力で何度も行いました。もちろんもっと長い時間だったり、ラインに砂が付着していると削れてしまうことはあると思いますが、アルコナイトも使えそうです。ただ気になるのは放熱性です。アルコナイトは SiC と比べて放熱性が結構違うので、熱に弱い PE で使うのはこっちの方が個人的に心配です。実際このテストでも結構熱くなりました。PE は熱をかけられた途端に急激に弱くなります。大物に走られると、もしかしたらガイドとの摩擦で切れやすくなるかもしれません。私には大物の縁はなさそうですが、夢を見て SiC リングにします。基本的にはトップガイドだけでいいと言われているので非常に簡単です。費用も少ししかかかりません。では交換作業を行います。ヒートガンで熱をかけてスレッドコーティングを剥がします。まずはガイドを取りたいので、コーティング剥がしはここまでで大丈夫です。残っている部分は後からきれいにします。ガイドに熱をかけます。ガイドを引っ張りますが、非常に熱くなってますので、必ずペンチを使った方がいいです。少し熱したぐらいでは抜けません。あまり熱をかけすぎるとロッドに悪いので、ほどほどにしてください。抜けました。残ったスレッドなどを剥がしてきれいにしていきます。仕上げにヤスリできれいにします。交換するガイドの内径を調べるために、ロッドのトップの外径を確認しておきます。このロッドは約 1.6mm でした。もともとのガイドセッティングを変えたくないので、取り外したガイドのリングの径や長さなども確認していきます。新しく購入したガイドはこちらです。メーカー含めて同じものにしましたが、古いものだったので今のものとは若干形状が違いました。トップガイドの接着は30分硬化型の2液性のエポキシ接着剤です。接着前には脱脂洗浄します。無駄な場所に接着剤がつかないようにマスキングは巻いておきます。はみ出した接着剤を拭き取ります。拭き取りが終わったらマスキングテープを剥がし、他のガイドと一直線になる形で放置です。これが意外に結構大変です。曲がって接着されたらどうしようもありません。硬化したらすぐ使えるものになりますが、見た目を気にする私はスレッドを巻きます。
スレッドコーティング用のエポキシ接着剤は粘度が低く硬化時間が長いものです。きれいに仕上げるには必須です。ただこの接着剤ですが、攪拌をしっかり行う必要があります。2つの液がしっかり混ざってないと硬化しません。私は1分ぐらい混ぜてます。粘度が低いとはいえ、塗料と比べれば全然高いため、すぐには混ざりません。また混ぜた後は5分ぐらい放置して内部の気泡を抜いてから塗り始めます。塗るときは一度に塗らず何回かに分けて塗ります。1回目はスレッドに染み込ませる感じで塗り、30分から1時間乾燥を待ちます。その後の重ね塗りも同じような時間を置きながら薄く塗っていきます。フィニッシングモーターがない場合は乾燥中に15分から30分に1回はロッドをひっくり返す必要があります。何か他の作業をしながらでないと絶望的な一日になるので、一日のスケジュール作りが大切です。ちなみに私はフィニッシングモーターを持ってません。釣り具修理が仕事ではないので、さすがに買うつもりはないですが、安く自作できそうだったら作って動画にしようと思います。完成しました。ガイドもまっすぐついており問題ありません。このロッドは以前の動画で再生したものですが、もともとついていたガイドはチタンフレームの SIC リングです。トップガイドにクラックが入っていたので交換しています。交換後のトップガイドは節約したのでステンレスになってしまいました。しかしトップガイドだけ重量を若干増やしてキャストはしやすくなったはずです。実際には重量変化にすら私は気づいてないです。見た目も変わらないし使い心地も変化ないですが、 P ラインを使う場合 SIC にしておけば安心感はあるかと思います。自分で行えば1000円もあれば可能です。ご興味ある方はぜひトライしてみてください。Bye.